皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今回なんですが、今回はですね、今から始める背景イラスト、その3回目をやっていきたいと思います。前回、前々回とですね、新しい年度から背景イラストを始めたいという方にですね、どういう風に描いたらですね、背景イラストを描きやすいよというような形で紹介している第4回のですね、説明になっております。それの3回目ですね。ぜひ最後まで見てですね、今回の描き方でまた背景イラストを楽しんで描いていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは今から始める背景イラストその3ですが、前回、前々回で万能な四角形という話と、背景イラストで重要な遠近法という遠近法の話についてやっていきました。で、今回の第3回目はですね、一点通しで線の流れを意識するという回になります。一点通し、よく聞くですね、パースというものについての話になります。いろいろですね、パースって背景を描こうと思った時に聞いたことある言葉になるとは思うんですが、2点通しとか3点通しとかですね、いろいろあるんですが、とりあえず一番最初にですね、基本となる1点通しをやってみましょう。とりあえずこの1点通しができればですね、2点3点はなんとなくイメージがつかみやすいと思いますので、まずは1点通しをなんとなくでいいので分かってみて、それで使ってですね、次回4回目で1万円の背景を描いてみましょう。さあ、それではですね、1点通しで線の流れを意識するですが、早速やっていきたいと思います。はい、それではですね、線遠近法とは、1点通しって書いております。前回ですね、遠近法で頂上遠近法とかですね、上下遠近法とかいろんな遠近法をやりましたが、その中の遠近法の中の一つでですね、線遠近法というものがあります。これがよく聞く1点通しとか2点通しとかいうものですね。何かというとですね、こういう今ここに四角を書いてますが、四角のこの辺、例えばサイコロだとこの奥側に行く辺ですね。この辺の線がまっすぐどこかに伸びてるんですね。こう。で、それがどこか1点に収束していくという遠近法になります。今回の1点なんですが、2点、3点というお仲間もいます。ですが今回1点でね、やっていきましょう。なので一つ、もうこの奥行きと呼ばれるような線ですね。はですね、基本的にどこかに遠くにこう、収束って形でね。で、それが実は一つの点に繋がっているんだよというようなことになります。それでは続いてですね、何に使えるのかという説明を先にしていきたいと思います。1点通し、何に使えるかっていうとですね、ここに書いているように、こういうタンスだったり、こういうドアとかですね、ベランダみたいな家具とか建物というものに結構よく使います。こういうのを描くの得意なのかなと思いますので、こういうですね、イラストだったり、ビルとか、そういうような四角いものとかを使うとかなりうまく使えるんじゃないかなと思いますので、そういうのに使っていきましょう。で、一緒ですね、この奥の辺、奥に伸びる辺がどこかこのね、一つの点に収束しているんですね。で、これの場合、タンスの場合は、奥に伸びる辺がこことこことこことこの中のこの敷居板の中のこの線で、さらにこの線も全部ね、収束していきます。こんな感じで、奥行きに収束していくって形ですね。これが線遠近法になります。さあ、そして次に、ルールをちょっと紹介します。この一点通しもですね、どこかしこにこう線を引いていいわけじゃなくて、実はルールがね、覚えておいた方がいいのが3つぐらいあります。で、何かっていうと、まず描きたい物体を描きましょう。これ当たり前ですね。描きたい物体の正面を描いてあげてください。これだと今2ですね。2の分を四角で描いてあげて、で、あとはこの奥に行く辺をですね、伸ばしていってあげるんですが、この伸びていく線がたどり着く一つの点。これはですね、収束する点は VP、バニッシングポイントと言われる点になります。日本語で言うと消失点ってよく言われるやつですね。なので、描きたい物体から伸びてる奥行きの線は一つの消失点っていうところにたどり着きます。すごい遠くに行く旅なんですけど、これがね、ここにたどり着くと。で今、皆さんがね、見ている景色の中もですね、奥行きの線っていうのはどこかにシューってこう伸びていくんですね、伸ばすと。で、それが消失点っていうところにつくんですが、じゃあ次にその消失点、これですね、っていうのはどこにできるんだよっていうのが実は決まってるんですね。収束する点がある線はですね、アイレベルと言われるものになります。イメージ的な地平線だとね、思ってください。なので、今こういう四角があったとして、ここからこうね、ぐぐぐって伸びていくと、
最終的にね、地平線につくというような形になります。今で言うと、皆さんが見ている線ですね。で、地平線っていうのはですね、この自分の目の位置、目の高さが地平線になりますので、要は目の高さですね。で、EL の内容は I レベル、目ですね。目のレベル、高さになります。なので、地平線というよりは目の高さだと思ってください。わかりやすいようにね、見えるもので言うと地平線ですね。水平線とかね。そこの線の上に収束する点の消失点があって、そこにさらに書きたい物体の辺が収束していると。この3つをね、覚えてみると意外と書けるようになります。なので、実際ですね、このルールを使いながらちょっと練習をね、してもらいたいなと思います。それではですね、一点投資の練習方法、僕がおすすめしている練習方法ですね、を紹介しますので、一点投資なかなかわからないよって人はですね、ちょっとこの次の動画が出るまでの間にですね、一点投資ちょっと練習してもらいたいなと思います。で、どういう練習なのかというとですね、まずですね、目線の高さを決めてあげます。紙の上に横に線を1本バッて引いてください。もうこれはね、最初はどこでもいいです。上の方にあっても下の方にあってもいいので、とりあえず線を引いてみましょう。で、その線を引いたところが画面を見ている人の目の高さだと思ってください。ね、なかなか難しいですね。何言ってんだって話になると思うんですが、とりあえずですね、線を描いて、一回描いてみるとですね、なんとなく気づくことがあると思いますので、まずは描いてね、覚えてみましょう。なので、まず目線の高さを決める横線をピッと引いてみてください。そしてその後に物体の正面図を描いてみましょう。もうサイコロでもね、何でもいいです。最初は単純な形をお勧めします。このサイコロとか、こういう単数とかですね。この正面図を平面を意識して描いてください。そしてですね、この正面図を描いた後にどうするかっていうと、収束する点を決めてあげましょう。先ほどルールにあったように、この目線の高さ、I レベルの上に収束する点がありますので、これのどこかですね、これ好きなところで大丈夫です。に点をポチッと打ってあげてください。で、ここまで決まると、あとはもう楽ちんですね。どうするかっていうと、この宝箱、これ宝箱なんですが、宝箱からこの点に伸びるように奥行きの辺を書いてあげます。4と5一緒になってますが、4が辺をですね、すべてこう収束させるんですね。この角から。で、収束させた後に奥行きを決める。この奥行きを決めるというのはですね、この横のエンドライン、紫の横に引いているこのエンドラインを決めてあげるということですね。なので、ここじゃなくて、すっごい長いこの宝箱だと、こっちの後ろら辺、この辺にね、紫の線を引いてあげると、この奥行きがね、長い宝箱を作ることもできます。なので、こんな感じで自分の好きなところにですね、奥行きを決めることができますので、奥行きを決めて、これで一点通しのイラスト完成という形になります。意外と簡単だったんじゃないでしょうか。これね、今、これと同じようにやっていくとですね、同じのが描けたんじゃないかなと思います。なので、今やったものが一点通しの基本的な作り方になりますので、これを使ってですね、いろんな形の一点通しを描いてみてください。ポイントとしましては、目線の上にあるか、これ目線ですね。この I レベルの上に物体があるのか、下に物体があるのかで印象が変わります。なのでこれ実際ね、やってみてください。で、奥行き、先ほど言ったですね、この紫のこの奥行きの線。これをね、長くしすぎない方がいいです。長くしすぎるとすっごい長くね、すっごい長い物体になってしまうので、そこそこのね、ところで止めてあげましょう。これはもう最初はね、なんとなくのところで大丈夫です。全然問題ないです。今回は収束して書いてみようというところまでね、やってみてください。で、最初は簡単な形の奥行き。これ、四角とかですね。いうような形。あと、アルファベットとかですね。L とか A とかですね。そういうのを伸ばして一点通しにしてみてください。そして VP の距離っていうのをいろいろ試してみてください。今、ここに作ってます。I レベル上にある点が VP でしたね。がここにあります。じゃなくて、すごい遠く、右の方の遠くにあったりとか、ちょっとど真ん中にね、こう作ってみたりとか、そんな感じでですね、いろんなところに置いてみてください。そしたらですね、ここってこんなに横から見た感じにずれちゃうんだとか、そういうのが分かってきますので、やはりね、これ書いて、いろんなパターンを書いて覚えてみてください。そして最後に1点通しはですね、パースの基本、2点通し、3点通しとかに移るための基本になってきますので、まずはですね、書き慣れることが大事になります。で、その中でも先ほど言ったように目線の高さ、この I レベルっていう線ですね。最初はどこでも大丈夫です。引くのはね。で、その中で、ここに引いたらいい感じの四角が書けたなとか、自分の中でこうバッチリハマるところがあると思いますので、その自分がハマるところの目線の高さをですね、覚えておいて、その基本的なる高さ、そしてそこに収束していくように消失点を打っていくって
っていう、その辺はですね、すべて基本となっておりますので、うまく覚えてですね、いろいろ作って一点投資マスターしてみてください。はい。それではいかがだったでしょうか。今回ですね、今から始める背景イラストその3の一点投資についてでした。前回ですね、遠近法でいろいろやったんですが、その遠近法の中の一つの種類の線遠近法の一点投資についての説明になりました。一点投資はですね、アースの基本になりますし、一点投資だけでかなり面白いイラストを描くこともできますので、ぜひですね、まだ一点投資とかもやったことないって人はですね、今回の動画を見てぜひ真似して描いてみてください。そしたらなんとなくですね、こういう感じで線が引っ張られるので、なるほど、納得みたいな形で見えるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、この一点投資真似して描いていただければと思います。最後にですね、この一点投資なんですが、縦の角度ですね。縦と横の角度はですね、90度で描いてあげることをお勧めします。なので、縦をまっすぐ、横を水平にまっすぐですね、描くような形でやってみてください。そしたらですね、それでですね、いろいろ描くとかなり楽しんで描けるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、今回一点投資をいろいろ練習していただいて、次回もですね、この一点投資を使って背景イラストの線画を描いていきますので、それも見ていただいて、背景イラストを描けるようになっていただければと思います。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のボタンも押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのありでした。さようなら。